でそうすると見てください、この焼き色です。いやー美味しそうな焼き色ついてますね。これは食欲そそる焼き色ですよ。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はズッキーニのアリオ料理を作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ズッキーニ、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、グラナパダーノ、オリーブオイル、塩です。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、ズッキーニを主役にしたアリオリオペペロンチーノを作っていきます。で皆さんズッキーニっていう食材は、なんとなく料理に入れていたりとか彩りで入れているっていう方も多いんじゃないでしょうか。でそんな方にですね、今日のこのパスタ料理を作っていただいたら、ズッキーニがですねこんなに美味しいのかって言って感動するようなパスタ料理をですね、これから早速作っていきます。で今日は1人前量で作っていくので、1/2のズッキーニを使っていきます。でズッキーニを咀嚼した時にジューシーさやその甘みをですねしっかりと感じさせていきたいので、やや厚みの輪切りにしていきます。で今このやや厚めに輪切りにしたズッキーニにですね、表面に切れ込みを入れていきます。で以前の動画でズッキーニのステーキをやったんですけど、その時と同じテクニックを使っています。切れ込みを入れてじっくりと加熱して、お肉を焼く要領で焼き色をつける調理法をしていくことによって、ズッキーニがですねとびっきり美味しく仕上がります。で今両面に綺麗な切れ込みを入れたんですけど、こう貫通させない状態ですね。でここにですね強めの塩を打って脱水させていきます。でこういうバットにですね塩をして、塩した上にズッキーニのせます。でこの表面に塩をなじませます。でそしたらこの上の部分、塩がかかってない部分にまた塩、結構強めに打っちゃって大丈夫です。でちょっとこの押してズッキーニにですね塩をこの傷口にこう塩をすり込むイメージですね。で両面こうしっかりですね塩を揉みます。でこれで両面に塩がなじんだので、ちょっとですねバットの上に乗せて、でこの状態で最低10分ぐらい置いてですね、ズッキーニから余分な水分を抜いていきます。はい、それでは今ズッキーニをですね脱水させている間に、基本のアーリオオリオペペロンチーノの材料をカットしていきます。で今日はこのニンニクの切り方はあくまでもですね、今日はズッキーニが主役で、ズッキーニの美味しさをお膳立てするようなニンニクの香りの出方にしたいので、潰すだけです。で潰した時にですね、この中の芯も入ってるんですけど、加熱していくと中の芯もですねうまく外れるので、このままこうやって潰すだけで大丈夫です。であとはこの辛みのアクセントの唐辛子と、でイタリアンパセリは粗く刻んでおきます。で今日はですねこの基本のイタリアンパセリでやってるんですけど、これはですねパセリで代用しても大丈夫です。はい、それでは今10分ほど経ったんですけど、このズッキーニですね裏返してみると、もうこんなに表面にですね水分がこうしっかり出てる状態で、もうこのバットのですね下を見ていくと、こうですね見てください、水分がこう出てます。でこの水分を抜くことによって、ズッキーニのですね旨味とか香りをより楽しむことができます。でこの水分が出たズッキーニをペーパーにのせて、でしっかりとこの水分をですね拭き取っていきます。でここの拭き取りが甘いとですね、この後焼いていってしっかり焼き目をつけていきたいので、焼き目がつきづらくなってしまうから、しっかりと水分を拭き取ります。でこうするとですね、見てください、こんなに水分が出るんですよ。で2回ぐらいですねやってあげます。はい、それではこの状態で火入れに入っていきます。はい、それでは潰したニンニクと唐辛子もですね、そこまで辛みというよりか、今日はアクセントでピリッとした辛みにしたいので、このままで美味しいオリーブオイルを加えて、で加熱していきます。でまずはいつも通りですねふつふつした状態まで持っていくんですけど、ここのふつふつするまでのですね火の強さは、
実際中火でも強火でも何でもいいんですけど、強火にしすぎるとですね、この後ふつふつして温度が上がってですね、結構コントロールしづらくなってしまうので、中火ぐらいがベストかなと思います。はい、それでは今ふつふつしてきました。今日ですね、ちょっとニンニクが大きいので、そういう場合は裏返しにして裏も火が入るようにして、でこのふつふつした状態が作れたら、今日はここで1回火を止めます。で止めた理由はズッキーニが主役で、そこまでですねニンニクの香ばしさを際立たしたソースにはしたくないので、ニンニクの香りはしてるんですけど香ばしさは出さない火入れにしていきたいので、ここでふつふつした状態でキープして火入れをすることによってですね、色はつかずにいい感じに火を入れることができます。はい、それでは今火を切ってですね、泡がもうほぼ落ち着いてきました。そうするとこのニンニク自体が、触っただけでもうほぐれる状態になるので、こんな感じです。そしたらニンニクの芯は取らなかったので、ここでほぐれるので、ほぐれたところでこのニンニクの芯を外すようにします。今日はシンプルなオイルベースなパスタ料理に仕上げていくので、パスタ単体でも美味しいブロンズダイスの 1.7mm のスパゲッティニを茹でていきます。でお湯の中には水2リッターに対して 30g の塩が入った状態です。はい、それでは再度加熱して、でこの柔らかくなったニンニクはですね、一旦ちょっと避けておきます。でフライパンをフラットにして、でここで水分を切ったズッキーニを加えていきます。で今フライパンにズッキーニが入りました。でこのフライパンの中の音を聞いてください。揚げ焼きしているような状態です。これぐらいの音とこのパチパチした状態を保ちながら火を入れていきます。で火加減はですね、中火ぐらいです。で唐辛子もちょっと一旦外しておきます。でここで揚げ焼きをしながらズッキーニの表面をしっかりと焼いていきます。はい、それではズッキーニをひっくり返していきます。でそうすると見てください、この焼き色です。いやー、美味しそうな焼き色ついてますね。最高の焼き色ついてます。で焼き色ついたことを確認したら火をですね、弱火にします。いやー、これは食欲そそる焼き色ですよ。で今ですね、揚げ焼きにしてフライパンの中とても温度が高いです。一回火切りましょう。もう今ズッキーニ焼いただけなんですけど、なんかズッキーニのですね、ステーキのような美味しい輪切りが完成してます。でオイルのですね、揚げ焼きの状態が少し落ち着いてきたら、先ほど焼いたニンニクを戻していきます。でここで大事なのはアーリオオリオエペペロンチーノニンニクのパスタなので、ここで火の入ったニンニクを潰す。そうするとですね、このオイルの中にニンニクの香りが全開になるので、しっかりと潰していきます。でこのオイルの中にニンニクの香りがしっかりと入りました。で辛さが好きな人はですね、ここで唐辛子も一緒にこうプレスしてですね、辛みを出すようにしてください。で今ですね、焼いたズッキーニのいい香りとニンニクの優しい香りが香りました。でオイルの揚げ焼き感も少し収まってきたので、ここで板パセ、イタリアンパセリの香りも立てる。そしてほんと少量の茹で汁が入ります。そしたらこのとろーっとしたソースが完成したので、パスタの茹で上がりまで待ちます。はい、それでは麺が茹がったので合わせていきます。最後にですね、もう基本的にオイルベースのパスタは麺一本一本にオイルをなじませて、もういい感じです。はい、これでですね、滑りがよくしっかり絡んだので盛り付けていきます。はい、これでズッキーニのアーリオオリオ完成です。はい、それではいただきます。
うん、皆さんこれはもうズッキーニのジューシーさと甘みが半端ないですね。で今日はこのシンプルなオイルベースのアーリーオーリオに、ズッキーニってことなんですけど、ズッキーニがうまみ調味料みたいな役割も果たしているので、このオイルベースのもう何でもないアーリーオーリオペペロンチーノにですね、このズッキーニと一緒に食べると本当に美味しいっていうようなパスタ料理になってます。そして最後にですね、グラナパダーノ、優しいうまみを加えたんですけど、それも加えることによってもう最高なパスタ料理になってます。ズッキーニという野菜は、日本でもですねスーパーに行くともう今や定番の野菜になっています。でイタリアに行くと実際ズッキーニってどんな野菜なのかっていうと、この定番の緑もあるんですけど、他に黄色があったりですね、あと面白いのがまん丸い形をしたズッキーニとか、あとはですね南イタリアの方なんて行くとこんなに長いズッキーニがあったりですね、本当にズッキーニって言ってもいろんな形状の品種のものがあるのがイタリアのズッキーニですね。はい、ごちそうさまです。今日のこのパスタ料理なんですけど、これからですね夏野菜が美味しい季節になってくるので、その時にズッキーニを買ってぜひこのレシピで作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。